ハロー YouTube。ハローじゃないんだ。めちゃくちゃ朝早い時間からお送りしてます。いつもの汚い部屋からですね、お送りするとちょっと声がね、響くんで、今日は響かない別なところからお送りしてます。なので、声ちょっとちっちゃめで、先日行われた花友フェスタ2026幕張メッセですね。行ってきましたんで、その報告をしたいと思います。ただ、僕みたいなど素人がね、別に報告することもあんまなくてですね。もうみんな報告動画結構あるんで、僕の内容は大したことないと思って見てくれればいいんですけど、まず行ってですね、僕初めて行ったんですけど、人すごかったですね。こんなにみんな観葉植物好きなのかっていうのをちょっとびっくりしましたね。最初の入り口から入って、エスカレーターを降りるとですね、もうその一望できるわけですけど、幕張メッセって会場が、扉ぶち抜きで全部使ってやってるんですよ。で、右の方に行列があって、あれは金屋産業さんなのかな、多分スリット鉢とかそういうのを、アンバサダーのですね、カーメン君さんのとコラボとか多分やってたんで、それが欲しい人が並んでたのかな。ミニ四駆のモデラーズギャラリーで新しいモーター出ましたみたいな、そういう感じだと思うんですよね。ここでしか買えないみたいな。僕行列はちょっと並ぶつもりなかったんですけど、僕もちょっと、結構並びましたね。僕が並んだのは、一番奥出てですね、そしたらキッチンカーが並んでたんですけど、どうしても唐揚げが食べたくて、でホットドッグ屋さんにもすっごいずーっと並んでましたね。僕が並んだのはそれぐらいです。フィカスはですね、やっぱりどうしてもこういうイベントってやっぱ少なくなっちゃうんですよね。お金払って入るイベントなんで、そういう人たちやっぱマニアックな人多いんで、置いてあったのはですね、やっぱアガベ中心の多肉とか、あとコーデックスとかモンステラとかフィロデンとかの、中心のそのアロイド系とかですね。ポトスはね、今回はなかったかな。でやっぱ、今回僕一番すごくやっぱ衝撃受けた、いろんなお店で衝撃受けたコウモリなんですね。この辺がやっぱりすごかったですね。入って奥の方にステージがあってですね、そこにアンバサダーのカーメン君さんとかこうトークショーみたいなのやってたんですけど、その一番右のところに、あの人見たことあるな、みたいな、と思って、趣味の園芸で出てた人だ、と思って、あれは覚醒園というところの鶴岡さんって人、ああいう人もね、いたりとか、あとやっぱり名だたるお店出てるんで、そこの、店主の人たち、とかですね、代表の人たちとか、そういった顔ぶれとか、あと、そういうんじゃない、どっかで、例えば森岡園さんのスタッフさんとかも、どっかで見たことあるな、みたいな。確かジョイフルとか、尾崎さんとか、そういうとこに、確か特別な時だったかな。三浦園芸さんとかが来た時だったと思うんですよね。そういう時にいた人たちが、いたなぁとか。そういうちょっと、ミーハー的な感じですけど、いろんな人は、あの人知ってるみたいな。そんなことも、楽しみもちょっとあったり。僕、素人だから、あんまり知らない方なんで、僕レベルでも知ってる人たちみたいなのが、バーっといて。フェスですからね。そういう、フジロックで言うと、パレスオブワンダーのとこに、アーティストがあれとあれが飲んでたみたいな、出演者じゃないお客さんで、来てたとか。そういう、ミーハー的な楽しみもちょっとあったりして、なかなか楽しかったですね。今回、目的がいくつか一応決めてですね、この店行こうとか、あれ店行って、ここ行ってとか、一応考えてはいたんですけど、ジョリーさんとか、あとアマゾンさんとか、森岡園さんとか、その辺を見れたらいいなって思ってたんですよね。一つ一つ報告するほどのあれじゃないんですけど、ジョイーさんとかやっぱすごかったですね。めちゃくちゃかっこいいモンステラたくさん見せつけられましたね。ちょっとやっぱさすがに手出ない値段でしたけど、10万とか見た後にですね、足元にある、これまた質のいい大根。最近では割と手に入りやすくなった大根ですけど、それが数千円とかで売ってたら、やっぱ買っちゃいますよね。で結構ね、持ってる人いましたね。ジョリーさんの袋持って。あとは、そうですね、フィカスっていう観点で言うと、やっぱ森岡園さんでしたね。イボンヌ。森岡園さんと言ったら僕の中ではイボンヌなんですよね。
イボンヌを広めてくれたというか、それまでですね、すっごいマニアックで超レアだったピカス・リラータの斑入りですね、イボンヌという品種。僕もね、ソルソパークで1個現物見たのが、唯一で、それ以外他では全然お目にかかれないようなレアな品種だったんですけど、盛岡園さんが大量に出したんですよ。で、そういう意味ではね、レアな植物じゃないくなってしまったという部分はあるんですけど、でもね、それがね、手元に、それをね、叶えてくれたのはね、盛岡園さんなんで、僕の中では盛岡園さんイコールイボンヌなんですよ。で、やっぱ行ったらですね、並んでましたね。で、それが僕、このイベント最初のフィカスでしたね。あとは、ナチュラリストさんとかは、普通のお店はそこで、出店してるっていう感じでしたんで、一般的なフィカスが並んでましたね。それだと、生産者じゃないお店系でもですね、例えばなんかこう、沼の上さんとかも、実店舗とかは、お店ですけど、今回のこういうイベントで出しているのはですね、お店なんでしょうけど、お店というよりはなんか、ちょっと多分、沼の上さんの多分一番本腰入れてる分野なんでしょうね。それの展示場みたいになってましたね。ちょっと店やっぱ普通じゃないですね。見せつけられました。あと、実際ちょこちょこっと買い物をして、どこだったかな。ロッソプランツさんとか、クルールプランツさんとか、緑屋さんとか、ヤマハール園芸さんとか、なんかその辺でちょこちょこっとちょっと買い物させていただいて帰りましたね。総括しますけど、やっぱ今後の動画でも言おうと思ってるんですけど、フィカスって、やっぱり観葉植物の入り口でありながら、やっぱね、マニアがね、帰ってこないんですよ。で、アガベとか、コーデックスとか、珍奇植物とかそういうの行っちゃうんで、そのまんま、帰ってきてくれないから、深みが出てこないんですよね。で、実際、フィカスのマニアックな論点ってたくさんあって、本当は面白い植物だと僕は思ってるんですよ。で、だけど、実際こういうイベントで今やろうとすると、多分そういう人たちをうならせるようなフィカスって、多分すごいニッチな需要になっちゃう。だから、あんまり大きくできないんですよね。例えば、新しい、今回のイボンヌもそうですけど、新しい日本初上陸の、品種とか言われても、多分本当に一部の人しか喜べないみたいな。そういった感じで、これからやっぱりフィカスの面白さを僕が仕事だと思ってます。どんどん広めていってですね、ああいうイベントでもですね、フィカスの専門のね、お店のブースが出てくるとか、そういったのがこれから起こっていくんじゃないかっていうか、起こしたいなと僕は思ってるんで、今後ももっともっと勉強してですね、いろんなイベント足運んでですね、どんどん情報発信していきたいと思います。では、また。